赤いろうそくと人魚。小川未明。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青ございました。ある時、岩の上に女の人魚が上がって辺りの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく波の上を照らしていました。どちらを見ても限りないものすごい波がうねうねと動いているのであります。なんという寂しい景色だろうと人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない。魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、どれほど人間の方に心も姿も似ているか知れない。それなのに自分たちはやはり魚や獣などと一緒に冷たい暗い気のめいりそうな海の中に暮らさなければならないというのはどうしたことだろうと思いました。長い年月の間、話をする相手もなく、いつも明るい海の面を憧れて暮らしてきたことを思いますと、人魚はたまらなかったのであります。そして月の明るく照らす晩に海の面に浮かんで岩の上に休んでいろいろな空想にふけるのが常でありました。人間の住んでいる町は美しいということだ。人間は魚よりもまた獣よりも人情があって優しいと聞いている。私たちは魚や獣の中に住んでいるが、もっと人間の方に近いのだから、人間の中に入って暮らされないことはないだろうと人魚は考えたのであります。その人魚は女でありました。そして身持ちでありました。私たちはもう長い間、この寂しい話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい賑やかな国は望まないけれど、これから生まれる子供にこんな悲しい頼りない思いをせめてもさせたくないものだ。子供から別れて一人寂しく海の中に暮らすということはこの上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びはそれに増したことはない。人間はこの世界のうちで一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている。一旦手つけたなら決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちはみんなよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は全部人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ暮らされるところを見れば、その世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、決して無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけは賑やかな明るい美しい町で育てて大きくしたいという情から、女の人魚は子供を丘の上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば自分はもう再び我が子の顔を見ることはできないが、子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をするであろうと思ったからであります。遥か彼方には海岸の小高い山にある神社の灯火がちらちらと波間に見えていました。
あるよ。女の人魚は子供を産み落とすために冷たい暗い波の間を泳いで陸の方に向かって近づいてきました。海岸に小さな町がありました。町にはいろいろな店がありましたが、お宮のある山の下に小さなろうそくを商っている店がありました。その家には年寄りの夫婦が住んでいました。おじいさんがろうそくを作って、おばあさんが店で売っていたのであります。この町の人や、また付近の漁師がお宮へお参りをするときに、この店に立ち寄って、ろうそくを買って山へ登りました。山の上には松の木が生えていました。その中にお宮がありました。海の方から吹いてくる風が松の梢に当たって、昼も夜もゴーゴーと鳴っています。そして毎晩のように、そのお宮に上がったろうそくのほかげがちらちらと揺らめいていますのが、遠い海の上から望まれたのであります。ある夜のことでありました。おばあさんはおじいさんに向かって、私たちがこうして暮らしているのもみんな神様のおかげだ。このお山にお宮がなかったら、ろうそくが売れない。私どもはありがたいと思わなければなりません。そう思ったついでに、お山へ登ってお参りをしてきます。と言いました。本当に、お前の言う通りだ。私も毎日、神様をありがたいと心でお礼を申さない日はないが、つい用事にかまけて、たびたびお山へお参りに行きもしない。いいところへ気がつきなされた。私の分もよくお礼を申してきておくれ。と、おじいさんは答えました。おばあさんは、とぼとぼと家を出かけました。月のいい晩で、昼間のように外は明るかったのであります。お宮へお参りをして、おばあさんは山を降りてきますと、石段の下に赤ん坊が泣いていました。かわいそうに、捨て子。だが、誰がこんなとこに捨てたのだろう。それにしても不思議なことは、お参りの帰りに私の目に留まるというのは何かの縁だろう。このままに見捨てていっては、神様の罰が当たる。きっと神様が私たち夫婦に子供のないのを知ってお授けになったのだから、帰っておじいさんと相談をして育てましょう。と、おばあさんは心の内で言って、赤ん坊を取り上げると、おお、かわいそうに、かわいそうに、と言って、家へ抱いて帰りました。おじいさんは、おばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますと、それはまさしく神様のお授け子だから、大事にして育てなければ罰が当たる。と、おじいさんも申しました。二人は、その赤ん坊を育てることにしました。その子は女の子であったのであります。そして胴から下の方は人間の姿でなく、魚の形をしていましたので、おじいさんもおばあさんも、話に聞いている人魚に違いないと思いました。これは人間の子じゃないが、と、おじいさんは赤ん坊を見て頭を傾けました。私もそう思います。しかし人間の子でなくても、なんという優しい、可愛らしい顔の女の子でありましょう。と、おばあさんは言いました。いいとも、何でも構わない。神様のお授けなさった子供だから、大事にして育てよう。きっと大きくなったら、利口ないい子になるに違いない。
とおじいさんも申しました。その日から2人はその女の子を大事に育てました。子供は大きくなるにつれて黒目がちな美しい髪の毛の色のつやつやとしたおとなしい利口な子となりました。娘は大きくなりましたけれど、姿が変わっているので恥ずかしがって顔を出しませんでした。けれど一目その娘を見た人はみんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中にはどうかしてその娘を見ようと思ってろうそくを買いに来たものもありました。おじいさんやおばあさんは、うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから人様の前には出ないのですと言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました。娘は自分の思いつきできっと絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたから、そのことをおじいさんに話しますと、そんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいいと答えました。娘は赤い絵具で白いろうそくに魚や貝やまた海藻のようなものを生まれつき誰にも習ったのでないが上手に描きました。おじいさんはそれを見るとびっくりいたしました。誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるように、その絵には不思議な力と美しさとがこもっていたのであります。うまいはずだ。人間ではない人魚が描いたのだもの。とおじいさんは感嘆しておばあさんと話し合いました。絵を描いたろうそくをくれと言って朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのであります。するとここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大嵐の日でも決して船が転覆したり溺れて死ぬような災難がないということが、いつからともなくみんなの口々に噂となって上りました。海の神様を祀ったお宮様だもの、きれいなろうそくをあげれば神様もお喜びなさるのに決まっているとその町の人々は言いました。ろうそく屋では絵を描いたろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、傍らで娘は手の痛くなるのも我慢して赤い絵具で絵を描いたのであります。こんな人間並みでない自分をもよく育て可愛がってくださったご恩を忘れてはならないと、娘は優しい心に感じて大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りやまた漁師は、神様に上がった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いとこをやってきました。そしてろうそくを買って山に登り、お宮に参詣してろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待って、またそれをいただいて帰りました。だから夜となく昼となく、山の上のお宮にはろうそくの火の絶えたことはありません。ことに夜は美しく、灯火の光が海の上からも望まれたのであります。本当にありがたい神様だという評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。
神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに心を込めて絵を描いている娘のことを思うものはなかったのです。したがって、その娘をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に窓から頭を出して、遠い北の青い青い海を恋しがって、涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って、珍しいものを探して、それをば南の方の国へ持って行って、金を儲けようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできましたか？またはいつ娘の姿を見て、本当の人間ではない、実に世にも珍しい人魚であることを見抜きましたか？ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のとこへやってきて、娘にはわからないように大金を出すから、その人魚を売ってはくれないかと申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、この娘は神様のお授けだからどうして売ることができよう、そんなことをしたら罰が当たると言って承知をしませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずにまたやってきました。そして年寄り夫婦に向かって、昔から人魚は不吉なものとしてある。今のうちに手元から離さないときっと悪いことがある。とまことしやかに申したのであります。年寄り夫婦はついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに大金になりますので、つい金に心を奪われて、娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いました。この話を娘が知ったとき、どんなに驚いたでありましょう。内気な優しい娘は、この家を離れて幾百里も遠い知らない暑い南の国に行くことを恐れました。そして泣いて年寄り夫婦に願ったのであります。私はどんなにも働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られていくことを許してくださいまし、と言いました。しかしもはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は、何と言っても娘の言うことを聞き入れませんでした。娘は部屋のうちに閉じこもって一心にろうそくの絵を描いていました。しかし年寄り夫婦はそれを見てもいじらしいとも哀れとも思わなかったのであります。月の明るい晩のことであります。娘は一人波の音を聞きながら身の行く末を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので、窓から外を覗いてみました。けれど、ただ青い青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座ってろうそくに絵を描いていました。するとこの時、表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシがいよいよその夜、娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中には、かつて虎や獅子や豹などを入れたことがあるのです。
この優しい人魚もやはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように取り扱おうとするのであります。もしこの箱を娘が見たら、どんなにたまげたでありましょう。娘はそれとも知らずに下を向いて絵を描いていました。そこへおじいさんとおばあさんとが入ってきて、さあ、お前は行くのだ、と言って連れ出そうとしました。娘は手に持っているろうそくにせき立てられるので絵を描くことができずに、それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の形見に2、3本残していってしまったのです。本当に穏やかな晩でありました。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝てしまいました。真夜中頃であります。トントンと誰か戸を叩くものがありました。年寄りのものですから耳さとく、その音を聞きつけて誰だろうと思いました。どなた？とおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸を叩きました。おばあさんは起きてきて、戸を細めに開けて外を覗きました。すると一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かるなら決して嫌な顔つきをしませんでした。おばあさんはろうそくの箱を出して女に見せました。その時おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて銭を払ってその赤いろうそくを持って帰っていきました。おばあさんは明かりのところでよくその銭を調べてみますと、それはお金ではなくて貝殻でありました。おばあさんは騙されたと思うと怒って家から飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その夜のことであります。急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりました。ちょうどやしが娘を檻の中に入れて船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖合にあった頃であります。この大嵐ではとてもあの船は助かるまい、とおじいさんとおばあさんはふるふると震えながら話をしていました。夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありました。その夜、南船をした船は数えきれないほどでありました。不思議なことに赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は、どんなに天気が良くてもたちまち大嵐になりました。それから赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言って、それぎりろうそく屋を辞めてしまいました。しかしどこからともなく誰がお宮にあげるものか、毎晩赤いろうそくが灯りました。昔はこのお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしを持ってさえいれば、決して海の上では災難にかからなかったものが、今度は赤いろうそくを見ただけでも、そのものはきっと災難にかかって海に溺れて死んだのであります。たちまち
この噂が世間に伝わると、もはや誰も山の上のお宮に参詣する者がなくなりました。こうして昔あらたかであった神様は、今は町の鬼門となってしまいました。そしてこんなお宮がこの町になければいいのにと恨まぬ者はなかったのであります。船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になると北の海の上はとこしえにものすごうございました。果てしもなく、どっちを見回しても高い波がうねうねとうねっています。そして岩に砕けては白い泡が立ち上っています。月が雲間から漏れて波の面を照らしたときは、まことに気味悪うございました。真っ暗な、星も見えない雨の降る晩に、波の上からろうそくの光が漂って、だんだん高く昇って、山の上のお宮を指して、ちらちらと動いていくのを見たものがあります。幾年も経たずして、その下の町は滅びて、なくなってしまいました。